はい、皆さんこんにちは、こんばんは。丸中盆栽ですと。今回はね、この3本これをお手入れしていきますよ。よろしくお願いします。はい、まずね、最初はこれ鉢がね割れちゃってるけど、これはあれだね、冬に鉢が凍って溶けてみたいなやつを繰り返すとね、こう割れちゃうんだけど、凍るとね、鉢の中のこの水分が膨張するもんで、それを何回か繰り返すとこう粉々になっちゃうんだけど、こう焼きが甘いやつとかこう安い鉢はこういう風になりがちですね。はい、よくあることなんで気にすることないですよ。じゃあね、これね、これ樹種は長寿梅だね。これは上をね、この根が開いとったもんで、ここ接ぎ木テープでぐるぐる巻きにしたんだけど、そこが枯れちゃったもんで、ちょっと作り直そうかなと思って、今これね鉢から取っていますよとよし、はい、これねもう一箇所固定しとったんだね。これもうボロボロでね、これは一文字に下を切ったるね、グラインダーでね、この水はけ改善で、そういうとこからあれかな、水が染み込んでったのかな、よく分からんけど、知らんけどねこうやってちょっと力入れるとパリッと割れちゃう。よし、気を取り直して、じゃあ行きますよ皆さん。じゃあまずはね、この土をこのなんていうの、この根さばき、この根さばきね、この L 字の方がねオイラは使いやすいね。こう鍵状になったやつあるでしょ、釣り針みたいな、あれはなんかねこう引っかかっちゃって、俺の場合はこの L 字が使いやすいですよなんてねよし、じゃあね崩していきますよ。これねちょっと嫌な予感がするんだけど、これ見て、これごぼう根が一本でぐるぐるのネジみたいになっちゃったこれやっぴゃーでしょ、これなんじゃこれみたいなね。せっかくこれ小さく作ろうと思ってねやっとったのに、こんなごぼう根一本でぐるぐる巻きじゃなんともならんねこれねよし、このねとりあえず気を取り直して接ぎ木テープをこうちょっと取っていくよ。この部分はねもう枯れちゃったもんで、その下にこの芽が吹いとるとこからリスタートだねはい再出発ですよよし、どうしよっかなこれね。ここはもう枯れとるね。ちょっとここは切っとくよ。ここもうちょいいけるか。よし、こんな感じで切ったはいいけど、このどうこれバネみたいなバネじゃいかんでしょこれ。どうしようかなこれ。よし、もうこれはもうね改作するしかないよ。見とってくださいよね。じゃあこのね、この根元粘りをちょっと探して、この辺が粘りだといいなっていうところからこう針金を渡して巻いていきますよ。よし、こんな感じで下の方はこう2本に分かれてるね。ちょっとこのぐるぐるになってるもんね、巻きにくいんだけど、これをこらえて
これあえて巻いていくよこれはないでしょ先生。はあ、このぐるぐるはぐるぐる大作戦じゃないんだもんね。こんなにやるじゃいかんでしょうね。まあこういったね、多分寝伏せかなんかで作るやつは、長寿梅結構寝伏せとかで作るとね、こういう感じのやつ、まあそれかね、こう太ってこういう風になったかもしれないしね、ぐるぐるになった根がね。よし、もうこれはもう丸中流文人でいっちゃうからね。いきますよ。よし、やったるでやったるで。まあね、こういうのもねたまにはあるかなまあしゃあないっちゃしゃあないよね。まあ根っこがこうやって太るもんで結構ね値上がりとかの樹形があるんだよね、長寿梅っていうのは。こんな感じでどうですかなんちゃって文人。よし、じゃあこの鉢に入れちゃうよ。じゃあまあね、鉢底ネットをセットしてね、そしてちょっと土を入れて針金の先っぽをこう出してね、植え付けの深さを今見てますね。まあゆくゆくはもうちょっと出してもいいけど、とりあえずは埋まっとったとこだもんね。よし、まあちょいと深めに、はい、ここら辺でね針金を継ぎ足して、そしてここでね固定しときますよ。はい、新しいラジペンを使って固定していきますよねよし、それじゃあね、用土を入れてよくすき込んでね。と言ってもあんまりこれコネはないんだけどね、下の方にちょこっとあったか。ほとんどこのごぼうね、一本ごぼうねでね、まあしゃあないね。まあどうなるかはお楽しみですよ。あ、これね、このリズムとトントンを忘れないでくださいよよろしくメカドック。はい、マグアンプのね小粒をパラリンチョして細粒をね上に入れていきました。よし、そしてね、このベニカ X ガードを入れて、金根菌も入れましたよ。よし、じゃあね水を入れてこんな感じでごじゃりますよ。どうですか、文人風でございますと。はい、次はこの小弓。はい、こいつもね、こいつは冬にねもう割れとったんだけど、割れとったか筋が入っとったんだけど、それがもう膨らんでもう割れちゃったね完全に。よし、取れんだ。これを割りますよ。ちょんと割れて取りますねと。まあこの鉢ももう何年も使ったもんね。しかも安い何百円の鉢だからね。はい、消耗品と考えてね。よし、こんな感じで、そんなに根がカッチカチでね鉢を割るほどのあれでもないんだけどね。なんでかなと。まあ寿命なんだろうね。これ師匠の仕事だね
肥料ケースの蓋を、このあの人4分の1に切って、それを鉢底ネットの代わりにしとるとね。さすが1000人はやることが違うね。よし。SDGs ってやつね。はい、そんな感じでね、こうじゃんね、根をほぐして、まあね、この根をさばくと結構ね、木は若返るんで、この根をカチカチのままにしとくとね、古木化するっていうかね、古くなっていく。草でも同じ鉢に入れて持ち込むとちっちゃくなるでしょ。よし、こんな感じで植え付け角度を今見とるね。じゃあこのね、分散鉢、越前分散鉢に入れるよ。これもね、一回棚から落ちて、風の強い時に角がちょっと欠けちゃったんだけど、まあ別にいいよね。反対側は使えるし、まあ鉢はね消耗品だもんね。でもまあ使えるだけ使ってあげましょうよと。よし、じゃあこれにね、結構色目が可愛いでしょね。こういう感じね。こいつは分散鉢は三つ足だもんで、まあ基本は正面に一本足が来るんだけど、まあそれもケースバイケースで2本を前にしてってやってもいいし、まあ固く考えない方がいいですよ。またやっとるね。このトントンタンタカタン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 ってですねこれが大事だね。このリズムで成長が変わるらしいもんで、皆さん気をつけてくださいよね。よし、じゃあ固定していくよ。下から入れた針金をあれ失敗。もう一回ね、下からねじねじして入れた針金を上で U の字にして、それを粘りに引っ掛けて引っ張って固定とね。もう一箇所いくよ。はい、曲げて引っ掛けて引っ張って固定すると。はい、そんな感じになっていますよ。はい、じゃあ表面にね、こう毛細管現象、これをやると乾きにくくなるもんね。よし、こんな感じですよ。どうですか？かわいいね。はい、次はこれですよ。これはイボタ。これも結構ね持ち込みの古い木で、うちに5年6年ぐらいあるかな。だいぶ古いよね。鉢はあれだね、鷹山窯、英明さんとこのやつかな、常滑の。まあそんな高い葉じゃないもんね。まあこういうのを展示で使ったり、こう培養鉢で使ったりして、まあ地元っていうか近いもんでね、愛知の常滑だもんね、同じ。まあ常滑の鉢はね、瀬戸常滑の鉢は結構身近にありますよね。鉢作家さんともね結構会えるもんで、まあそれも面白いよね。地域柄っていうのよし、これカッチカチだもんで、やばいね。これもカッチカチだもんで、これ刺して開いて刺して開いてを繰り返しながら、地道にやっていきますよね。
一本でも人参、二足でもサンダル、三層でもヨット、四粒でもごま塩、五台でもロケット、六羽でも七面鳥、七匹でも八、八頭でもクジラ、九杯でもジュース、十個でもいちご、いちご、人参、サンダル、ヨット、ごま塩、ロケット、七面鳥、八、クジラ、ジュースってか。はい、じゃあね、この極小粒を赤玉の1号ちゃんをね、周りに突き込んでつっついてくださいよ。ツン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 してね、ツンツンしてください。いいですかもうちょい入るかな。よし、こんな感じで、あとはこのいつものね、ちゃんたかタン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 ですね。リズムよくトントンしてください。いいですか？よし。こんな感じで固定していきますね。はい。まあこれもね、毎回一緒ですよ。はい。下から刺してね。これは長かったもんね。ちょっとギュッと曲げて。はい。ここでもう一本刺して。はい。ここでね。ねじねじして固定しますよと。はい。こんな感じで底面吸水をさせました。そしてマグアンプを濡れた手でやっとるもんで、ほらね、ついちゃっとるでしょ俺。そしてベニカ殺菌殺虫剤を少しのせて、よし、こんな感じで、こっちが正面かな、反対か。はい、じゃあね、最後に並べてお別れしたいと思います。じゃあね、最後まで見てくれてありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。